皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ氏が NATO 加盟国がロシアに攻撃された場合、防衛することに力を貸さず、むしろロシアに好きにやればいいと促すだろうというような発言をしたと報じられています。今回はその影響がヨーロッパだけではなく、同じようにして日本にも降りかかるという点について解説していこうと思います。まずはトランプ氏がどのような場面でこの発言をしたか、報道を見ておきましょう。トランプ氏、NATO を防衛しない可能性言及、ホワイトハウス批判。ホワイトハウスの報道官は、NATO 加盟国をロシアによる侵攻から防衛しない可能性に言及したトランプ前大統領の発言について、恐ろしく錯乱していると述べて批判した。トランプ氏は同日、サウスカロライナ州で開かれた選挙集会で、過去に会談した NATO の主要加盟国の首脳から、もし同国が拠出金を払わず、かつロシアから攻撃を受けた場合に、アメリカが防衛してくれるかとの質問をされたと明かした。加盟国名には触れなかった。トランプ氏はこの首脳に、私はあなたの国を防衛しない。逆に、ロシアに好きなようにするよう伝えるだろう。拠出金は払わなければならないと回答したという。この発言について質問されたホワイトハウスのベイツ報道官は、残忍なプーチン政権に対して我々の最も近しい同盟国への侵攻を進めるとは恐ろしく錯乱している。また、アメリカの国家安全保障や世界の安定、アメリカの経済を脅かすものだと述べた。NATO 条約第5条は、集団安全保障を定め、加盟国は別の加盟国が攻撃された場合にこの国を防衛する義務を負う。共和党の大統領候補選びで最有力のトランプ氏は大統領時代に NATO に批判的で同条約からの脱退にたびたび言及した。一部のアメリカ世論調査でトランプ氏は民主党のバイデン大統領よりも優勢で、欧州同盟国からはトランプ氏が再選されれば NATO へのアメリカのコミットメントが揺らぎかねないとの懸念が出ている。まず最初に押さえておくべきポイントなのですが、拠出金を払う払わないの話について、NATO 加盟国の中において拠出金が求められていて拠出金を払わないぞとしている国はありません。ですから、ここでのポイントとしては、拠出金という名前はついていますが、トランプ氏が言及しているのは、NATO 加盟国に求められている各国の防衛予算支出 GDP 比 2% を満たしているのか満たしていないかについての話をしていると思われます。そして NATO 加盟国の中でこの GDP 比 2% に達していない国は非常に多くあって、ヨーロッパ各国は NATO という枠組みに頼って自分の国の安全保障をアメリカに任せきりになっている、仕組みにただ乗りしているといったような批判を行っています。実際ヨーロッパ各国は NATO という仕組みができ、どこかの国が NATO に喧嘩を売ってくることはまあないだろうというふうに考えて、各国とも軍事予算の支出を大幅に下げてきました。いわゆる平和の配当を得るといった形で、それぞれの国が自国の経済発展などに力を尽くしてきたわけです。じゃあ、だからといってトランプ氏の発言を今することに何か意味があるかといえば、基本的にはプーチン大統領が喜ぶ有害 100% の発言にしか過ぎません。NATO 加盟国であるということを理由として、他の国々から守られているという安心感があるからこそ、今の経済状況があるのであり、ロシアによるウクライナ侵略という軍事力が実際に使われている今の国際情勢下において、たとえ NATO 加盟国であろうとも、防衛予算の支出額が目標値に達していない国であるならば、攻撃されたとしても助けはしないし、むしろ攻撃するロシアを味方するような発言をアメリカが行っているというのであれば、ヨーロッパ各国のアメリカに対する信頼感は大幅に低下することでしょう。そして、そのような光景を見て喜ぶのはプーチン大統領というわけです。このような発言には基本的に有害 100% だという話をしましたが、結束を示すということにはある程度抑止力が生まれます。例えば2022年、ウクライナ国境にロシア軍が集結し始めたといった報道が様々な媒体で発せられるようになり、ロシア軍によるウクライナ侵略が実際に行われるのかどうかといったことが大きな議論の的となりました。このような時にアメリカの外交、特にバイデン大統領がアメリカが軍事力を使うことはまあないだろうみたいな発言をしちゃうことが大きな問題となりました。これはあたかもプーチン大統領にとっては、
侵略 OK なんだなというような受け止め方をされたとしても不思議ではないぞとして批判されたわけです。ちなみにウクライナは NATO 加盟国ではありませんから、ウクライナが侵略されたとしても NATO 加盟国にはその防衛に携わる義務は全くありません。ですから防衛義務が発生していない以上、アメリカが軍事力を行使するなどとは決して言明することはできないわけです。しかしそこで言葉を濁してありとあらゆる選択肢を考慮するといった曖昧戦略を取った場合においては、何をするのかなということをちょっと躊躇するわけで、少しはプーチン大統領に対する牽制の言葉にはなったはずです。まあ実際にはバイデン大統領は何もできまいと、プーチン大統領が侵略 OK の命令を続行したことはまあ想像できるわけですが、少なくとも言葉一つで牽制するかしないかには違いがあるわけです。そしてトランプ氏が防衛予算 2% の目標を満たせていないんだったら、たとえ NATO 加盟国であったとしても攻撃されてもほったらかしにするぞという話を聞いて、各国が防衛予算を積み増していくときに果たしてそれだけで済むのかといった問題が発生します。それは通常戦力だけを備えていたとしても、自分の国だけであればロシアによる攻撃を受けた場合に耐えきれないという国はたくさんあります。ヨーロッパにおいては自国の軍隊を強化するにも限界がある、経済的には厳しい国といったものもたくさんあるわけです。そのような国の中において選択として真剣に議論されうる問題が核武装問題です。通常兵器よりもむしろ核兵器を持った方がよほどロシアによる侵略を受けないのではないかといった考え方は十分あり得る話です。少なくともウクライナは核保有国ではありませんでしたから、ロシアによる核兵器の恫喝がかなり効いた事実があります。ウクライナに対する軍事支援を行う国々に対してもしかしたら核兵器を使うかもしれないまあみたいな話は何度となく警告として発せられました。ウクライナに対する軍事支援が当初小出しで、そして段階的に引き上げられていった事情としては、そのような核兵器による恫喝は有効であったと現在では評価されています。そしてこのような防衛予算が GDP 比 2% を超えていないような国の防衛には携わる気がないという姿勢は、何もヨーロッパ各国だけに話はとどまりません。アジア情勢にも影響を及ぼすこととなります。日本や韓国は NATO に加盟してはいませんから、防衛予算の GDP 比 2% 目標というのは本来であれば全く関係のない話で、それぞれの国の事情でそれぞれの国が自国の防衛を組み立てなければなりません。しかし日本の防衛予算は GDP 比 1% というのがずっと続いてきました。ですからトランプ氏の目から見れば、自分の国を守るのに日本は全く金を払っていない国だという認識になってしまいます。最近になってようやく岸田政権で防衛予算の増額が図られましたが、 GDP 比 2% には到達していません。ようやく GDP 比 1% から 2% へ向かって増えましたよといったレベルに過ぎません。ですからトランプ氏が NATO 加盟国に対して今回のような発言をしたのと同様にして、日本や韓国に対しても GDP 比 2% の防衛予算を出していないような国々には、アメリカはたとえ攻撃されたとしても援軍として駆けつけることはないというような発言をもしもすれば、それは米韓同盟、日米同盟にものすごい大きな影響を与えることとなります。そして韓国、日本に対しても先ほどと同じようにして核武装論といったものが一つ議題として上がってきてしまうわけです。そのような議論へと発展しかねないといった意味で、トランプ氏の発言は非常に問題だとされているわけです。そしてこのような議論の起こった時に考えなければならないこととして、まだ話に続きはあります。例えば日本に対して GDP 比 2% の防衛予算を出さないというのであれば、アメリカは日本を守る気はないし、日米軍事同盟も解消だというような外交がトランプ氏が展開した場合において、じゃあいっそのこと日本がそれを断れるかといえば断れないという問題があります。なぜならば、もしもそのような関係を断ち切った場合において、日本は何の同盟も持たない、周りに味方がいない状況で、ロシア、北朝鮮、中国というこの3カ国と隣接する状態となります。毎年30兆円規模の軍事予算を持って軍拡を続ける中国と日本だけで立ち向かなければならないというかなり危険な状況です。前世紀の中国軍の幻想を未だに抱えたまま、今の中国軍について語る人たちがいますが、すでに日本の軍事予算を超えてから20年近く経っており、現在の中国軍は全く侮れない相手になっている現実を直視すべきです。日米同盟があった時となかった時においては、明らかに同盟がない状態の方が単独での防衛予算をもっとかけなければ軍事力の均衡は
危険な状態になります。その時の防衛予算が10兆円を超えて20兆円を目指すのかといった話になって、とてもではないが今の国民世論からすればこれに耐えることはちょっと難しいでしょう。そしてそのような国内の分断が深まれば、結局のところ周辺国にとってはありがたい日本の混乱状態を生み出すか望ましくない状況へと突入してしまうのです。ただ、これを受けて共和党のトランプ支持者の人たちがどのような反応をするかといえば、これを好意的に受け止めることでしょう。たとえ国際情勢に大きな影響があろうとしても、アメリカの国民にしてみれば、トランプ氏の発言を支持する理由があります。それはアメリカが世界の安全を保っているんだみたいな言い方はアメリカに対する負担が重すぎるとしてこの負担をもう取り払うべきだという考え方をトランプ氏は示しているからです。トランプ氏は常々アメリカファースト、アメリカの栄光を取り戻したいという話をしますが、それはあくまでもアメリカ第一主義であり国際的な平和などといった話は一切しません。彼はあくまでも自分の国アメリカの繁栄が第一であり他の国がどうなろうとそれは知ったこっちゃない話なわけです。そのために多用されるのがディール。自分たちアメリカにとって有利な交渉をまとめることが第一であり、そこにはアメリカ以外の国々で紛争、戦争などが起こるかどうかというのはあまり気にしないという現状があります。この構図というのは何も今に始まった話ではなく、第一次世界大戦や第二次世界大戦でも同じことが言えます。例えばヨーロッパにおける戦争が大規模化していった時においてアメリカは世界の工場となりました。ヨーロッパから求められる大量の軍需物資、生活物資などをアメリカで生産し、それをヨーロッパへと輸出する、その膨大な量、膨大な金額というものがアメリカ経済の発展に大きな貢献をしました。だからこそアメリカ国内ではヨーロッパの戦いにアメリカは関わらないんでもいいんじゃないのといった意見がそれなりに強かったのです。当時と今においては関わるべきではないといったその根本的理由としては今と昔ではちょっと違うわけですが、少なくともトランプ支持者たちにしてみればアメリカ国民が直接戦争に加わるようなことにならないよう、現代の NATO という仕組みはもはや自分たちにとっては迷惑な存在だとする世論というものが醸成されつつあるということは理解すべきでしょう。そしてそれぞれの国の政治状況において最も国民が重視するのはこうした安全保障や外交問題ではありません。あくまでも内政問題です。バイデン大統領の経済政策云々といった話をすれば、少なくともアメリカ経済はある程度順調でそれほど大きな問題を抱えていません。むしろ景気の過熱感から物価高をなんとかコントロールするのに苦慮しているといった問題はあるものの、少なくともアメリカ経済が大不景気といったことは全くありません。ですからアメリカ国内における政治的な問題はむしろ貧富の格差であったり、物価高による生活苦やもしくは不法移民問題、さらには中絶問題などアメリカ国民の関心事というのは外ではなく完全にアメリカ国内にあります。なので大統領選挙になった時に果たしてトランプ氏が勝つのかバイデン氏が勝つのかについてはアメリカ国内の事情としていわゆる不動票の人たちがどっちに票を入れるかにかかっています。そしてここでも問題なのはバイデン大統領が少なくともすごく有力な候補かといえばそういったわけではなく仕方なく選ばれるような人物だということです。トランプ氏にしてもバイデン氏にしても双方ともすでにかなりのご高齢で言っていることも時々無茶苦茶で突っ込みどころは満載というような人物です。このような政治状況を評するときにアメリカ政治の専門家たちはバイデン大統領になったから今の状況でもないし、トランプ氏が有力になったから今のような政治状況になったのではなく、あくまでもアメリカ国民たちの不満やもしくは政治的な思考レベルが下がってきたからこのような人物しか現在のリーダーになれそうもないといったアメリカ国内の腐敗ぶりについて解説する人などがいます。アメリカ国内の政治状況、政策については日本からはどうこう言うべきものでもありませんし、あくまでも日本とアメリカとの外交関係においてトランプ氏が大統領に戻ってくれば日本に対する防衛予算支出は10兆円以上を求めるでしょうし、米軍基地に対する駐留経費負担も 100% を求めることでしょう。その点については
以前からトランプ氏はそのような意向を示していましたから、ああ、やっぱりなという話にはなるでしょう。というわけで今回のトランプ氏の発言なのですが、基本的には NATO 加盟国に対する発言ではあるものの、その影響として考えられる事態というのが NATO 各国における軍事予算の増大だけではなく、それに伴っていっそのこと核兵器を持つべきではないかといった核拡散の問題を引き起こし、さらには同じようにしてアメリカと軍事的な関係を持つ韓国や日本に対しても軍事予算の増大や核兵器武装論についての議論が活発化するような発言だということを解説しました。現在トランプ氏は大統領ではありません。しかし大統領になったらそのような話をしなければならないような状況へと世の中が突入しかねないということを覚えておいて損はないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。